こんにちは、旅Qです。そろそろ梅雨が終わってツーリング再開するぞと思っているんだけれども、梅雨が終わったら来るのが夏ですよね。で、この暑い夏におすすめのツーリングスポットといえば阿蘇。阿蘇のいいところは最高に景色が良くて走りやすいことに加えて、標高が高いおかげで夏でも涼しい日が多くて、まさにこれからの季節のツーリングスポットとしては最高の場所です。ということで、この夏ぜひね、阿蘇に行ってみたらいかがですかっていう提案なんだけれども、阿蘇に行くツーリングコースについて、福岡やあとね九州県外から最初に福岡で一泊して、そこから阿蘇に行こうっていう人で、もったいないコースを通る人が結構見受けられるんですよね。阿蘇に行こうとした時にやっぱ目的地をね最初探しますよね。阿蘇のツーリングスポットとしてまず出てくるのが大観峰展望所。阿蘇といえばここっていうぐらいのお決まりのツーリングスポット。阿蘇はこの外輪山に囲まれたカルデラが広がってるんだけれども、このカルデラを上の高いところから見下ろせるのがこの大観峰展望所。ちょうどこの部分が突き出ているので景色がすごくいいんですよ。しかもここはこの大観峰展望所だけじゃなくて、この周りの道もすごく景色がいいんですよ。この最高の景色を見ながら大観峰展望所に行くと、これは外したくない。それと阿蘇の中にある草千里展望所ですね。こちらこの2箇所はねやっぱり逃したくない場所なわけですよ。大観峰までのルートを検索します。出発地を福岡から出発するとですね、 Google マップもそうだし、ほとんどのカーナビでもこのルートを一番に紹介してくると思うんですよ。北インターで降りて、ここの大宮の交差点から阿蘇に向かうルート。この大宮の交差点にはすごく目立つセブンイレブンがありまして、こっちの方からねこう降りてくるとね、右側にこの大きなセブンイレブンが見えてくる。この大きなセブンイレブンが見えたら右側に曲がって、このセブンイレブンって中にイートインのスペースもあったりするので、ここで軽く休憩してから阿蘇に向かっていくっていうのが定番のコースです。このコースがいいところは、福岡から行くのに最速で最安で景色もいいところ。大宮の交差点を越えたらしばらくは大山川に沿って登っていって、この先松原ダムの上を通っていき、この先の豊立温泉を越えて豊立川に沿って登っていくところもなかなかの景勝地。そして小栗の街中を越えたら阿蘇に着くと。で、阿蘇のこの辺りもすごく景色が良くて、一気に視界が広がるんですよここ。ということで、これが阿蘇に行くのの鉄板コースで、そりゃあカーナビもここを設定しますよ。じゃあこのルートでいいじゃんと思われそうなんだけど、このルートの問題点は確かに景色はいいんだけれども、ずっと渓谷地帯が続いていて景色自体はいいんだけれども、阿蘇らしい景色かって言われるとそうでもなくて、これが阿蘇だねっていうような景色を楽しむための最高のコースは別にあります。しょっちゅう阿蘇に行く人ならこのルートでいいんですよね、早いからね。でも初めて阿蘇に行くとか、これから紹介するルート行ったことないっていう人はぜひ一回こっちのルート試してほしい。そのね最高のルートについては後半紹介しますが、実は Google マップを使うとここら辺は面白いぞっていう阿蘇のいい場所を簡単に探すことができるってことに気がついたんですね。その方法はというと、このレイヤーというところを選んで、そうすると航空写真に切り替わります。阿蘇の周りを見ると緑の濃い場所と薄い場所があるんですよね。これは何かというと、この濃いところは森が広がっているところで、薄い緑の部分は牧草地帯なんですよ。阿蘇ならではの景色っていうのって、さっきもちょっと紹介したんだけれども、こういう周りに木がなくて景色がどこまでも広がっていくかのような牧草地帯だと思うんですよね。で、この牧草地帯がこの薄い黄緑の部分なんですよ。さっきのルート、下から登っていくルートを見た場合、ず
ずっとこの川沿いの谷底の黄緑の濃い部分の中を走っていきまして、でここにマゼノミステリーロードっていう道があるんだけど、これを越えたあたりでようやくこの薄い黄緑の部分に入っていく。でここで、うわすごい、阿蘇ってやっぱり景色がいいなってなったら、もうここが大観峰、目的地になっちゃうんですよ。ここからずっと濃い緑を走ってきて、ここだけわあすごい阿蘇いいなってなって終わりというコースになっちゃうんですよね。ここね、少し引いてもらうと分かるんですが、実はね、このカーナビで設定されたルートよりも東側、こっちの方を見てください。こっちの方、薄い黄緑いっぱいあるでしょ。以前 GSX-S125 の九州縦断無給油ルート行った時は、こっちのルートあんまり面白くないからっていうので、このルート通ったんですね。でこのルートを通っていって、ちょっと薄い黄緑の端っこをかすっていったんだけれども、それだけでだいぶ景色が良かったでしょ。この一本道を横に行くだけで景色が良くなるんだけど、ただ今回紹介したいのはもっと東側、こっちの方のルートですね。とりあえず旅休がね、ここ試してほしいと思うコース一つ紹介します。行き方なんですけど、 Google マップのルートを検索するときに大観峰ではなくて長者原ビジターセンターを入れてください。でこれね、ビジターセンターちゃんと入れた方がいいです。実は長者原って福岡にもあって、この粕屋町の長者原とかにルート設定されちゃうと悲惨なので、長者原だけではなくて長者原ビジターセンターで入れていただいたら、大分の九重町というところにあるこのスポットが紹介されます。でここまでのルートを福岡から検索すると、このコースが紹介されます。でさっきはね、日田、ここで降りたんだけれども、もうちょっと高速を乗って九重インター、この九重インターで降りて、 Google マップね検索するとね、どっちを紹介されることもあるからね、ちょっと怪しいんだけど、県道40号線が2つあって、こっちの九十夢大吊橋の方を通るルートと、もう1個西側のルートがあるんだけど、こちら側がおすすめで、こっちはね見ての通りちょっと濃い緑が最初の方だけ続くんですよ。あとね、ここが少し狭い。バイクで行く分だったらね、そこまで気にならないと思うんですけど、車で行くとこのね、離合スポットが狭い場所が短いですけどね、本当にこの区間だけなんだけれども、こういうコースがあったりして、でね、しかもここはね、観光バスもよく通るので、そのバス渋滞とかも発生するんですよね。結構この崖っぷちを行く感じはすごく好きなのと、あと秋は紅葉がすごく綺麗になって、ここは全部ねバーッと紅葉するからね、めちゃくちゃ綺麗なんだけれども、とりあえず夏場はおすすめはこっち側ですね。こっちはねルートすごい綺麗ですよ。景色こんな感じで、ずっとねこのね周り開けて、道もね走りやすいコースがね延々と続くんですよ。で見てもらったら分かる通り、ここね、ここから登ったらもうこの辺りずっと薄黄緑ルートなんですよ。北からのルートここだけ薄黄緑なのに、こっちのコースだとこれだけ薄黄緑が楽しめるんですね。しかもここね、最後この場所、ぜひここはね来てほしいんですけど、山並ハイウェイ長者原道しるべっていうのがありまして、ここはねぜひ来てほしい。でこの看板の前にバイクを止めて写真を撮るっていうのがねもう定番になってるので、ぜひねここに来て写真を撮ってほしいですね。注意点としては、このね奥行き感をうまく表現できるとすごくいい写真が撮れるので、ベストは一眼レフとか持っていくのがいいんだけど、最近のスマートフォンで使うぐらいだったら、一昔前の iPhone で言えば iPhone X
より前 iPhone X 含まない iPhone X から絵はバキバキに見えるようになった代わりに奥行きがいまいち見えづらくなったので、こういううまくね奥行きがふわっとぼやけてくれるようなカメラを持っていくとすごく映えます。でここから大観峰に向かっていくと。でこの時の大観峰のルート、基本的にこのルートが紹介されると思うんですけど、山並ハイウェイという阿蘇の中でも有名なコースを通っていって、でこのミルクロードっていうコースを通っていくんですね。適当にスポット出しても、こんな感じで、みんな阿蘇に行ったらやっぱこういうところを走りたいじゃないですか。でこのミルクロードもですし、この途中の山並ハイウェイもやっぱね景色いいんですよ。ここで大観峰行った後に草千里に行く時も普通にナビを設定すると、この阿蘇の市街地を通っていくコースを紹介されます。この市街地に抜けるコースでもいいんだけど、こっちのねミルクロードを通って豊後街道二重峠石畳、このコースを試してほしいんですよ。この道ってこっち側が全部盆地になって下がっているので、ちょっとこんな感じで最高に景色のいいコースをずっと辿っていけるので、ぜひ草千里に行く時もナビ通りにまっすぐ降りるよりはこっちの方がね景色が良くて満足度高いと思います。あと逆側に回っていくという方法もありまして、これねこっちの方から回っていくというルートもあります。これもこの辺りすごく景色がいいので見て、これいいので、ね、ぜひねこのナビ直接行くんじゃなくて薄黄緑ルート試していってください。いやでも時間かかるでしょうね、ここまっすぐ行きゃ早いのにわざわざ回っていくの時間かかるでしょと思うんだけれど、実際どれぐらい時間かかるか、これ回っていくと59分でしょ、あとの真ん中の時42分ですよ。時間かかってるけど20分多くならないんですよね。20分多くならなくてあの景色楽しめるんだったら、毎日だったら嫌だけどたまに行くんだったらやっぱこっちでしょ。大観峰まで行く時間についても、福岡から大観峰まで行くのに Google マップおすすめのコースだと2時間12分2時間12分に対して、途中で長者原ビジターセンター経由で行くと2時間30分、これだけの差なんですよ。もちろん交通状況によって違うんだけど20分も長くならない。それでこれがこれに変わるんで、ぜひこのルートお試しください。ということで阿蘇に行くなら薄黄緑注目していってみてください。I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this